高田松原津波復興記念公園。もえちゃん始まりました。私は今岩手県の陸前高田市にやってきました。こちら沿岸で東日本大震災の被害を受けて今復興を頑張っている地域なんですけど、なんとここにですね、マーライオン、シンガポール名物マーライオンがあるということを聞きつけてやってきたわけです。なので今日はマーライオンに出会えるかなと楽しみにしております。ここはね、今公園になっていて、はい、こういう風に整備されていてね、売店とかあったり、津波伝承館っていうのがあったり、であと道の駅ですね。なんか可愛い車が走ってる。あれはなんだろう、ちっちゃいバスみたいな、コミュニティバスみたいな感じかな、ね、あ、一本松もここにあるんだ。ほら、陸前高田といえばね、震災津波の被害に松林があったんですが、一本だけ唯一残ったっていう奇跡の一本松、ここにあるんでしょうかね。公園の奥には献花台と海があり、その間には小さな松林が生えていました。かつては7万本あった陸前高田の松林、新しく4万本が今植えられているんだそうです。かつての松林で唯一残った奇跡の一本松、そちらへ向かって歩いて行ってみましょう。陸前高田はよく海水浴で来てましたね。だから高田松原に来られてたんですか？そうですそうです。だから松林の前が駐車場で、そこに車止めて、松林の向こうが海っていうのをなんか覚えてます。あの建物は残っていたんですか？これはですね、ユースホステルで、当時はもうビジネスやってなかったんです。こういうのを見るとやっぱり威力が感じますよね。ここに3階建ての建物があるでしょ。はいはいはい。あれは中学校だったんです。中学校。気仙中学校って言って、あそこはもう本当に96人生徒がいたんですけど、全員が適切な判断で、一旦に第一避難場所に逃げたんですけど、そこでは低すぎるっていうんで、今度あっちの山に全員が上がってなったんです。で、ここが実は一番東日本大震災の時も被災している場所では、学校で一番海に近い学校です。5分ほど歩いてやってきました。こちらが奇跡の一本松です。近くで見ると結構な高さがあることを実感します。青い空に向かって生えている奇跡の一本松です。奇跡の一本松も塩害で、かなり存続が危ぶまれたのですが、木のお医者さんに治してもらって今こうやって立っているということなんだそうです。先ほど駐車場で見かけた小さなこちらのバス、実はこちらは自動運転の実験カーなんだそうです。復興で整備された陸前高田の町ではこういった実験がしやすいということで企業が入って、ぐるぐる循環しているんだそうです。じゃあ失礼します。はい。こちらの自動運転カーは公園の敷地内を循環しています。一般の方も乗ることができるんだそうですよ。陸前高田の町が一望できる高台にやってきました。案内してくださるのは村上清さんです。こんにちは、村上清と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村上さんとはシンガポールで出会いました。陸前高田のプレゼンテーションでやってきていたのですが、元国連職員で今は出身の陸前高田の復興に携わっています。お願いします。今日は萌ちゃんここのね、陸前高田の広田湾っていうところに来ていただいてまして、たくさん浮いてるのはなんだかわかります？あれは養殖場ですか？これはね、牡蠣をですね、養殖してるんです。下にたくさん牡蠣があって、なんとこれは豊洲市場で一番高い牡蠣。高い牡蠣。はい。もうシンガポールいるともう日本の牡蠣が食べたくてしょうがないですね。なので僕はシンガポールの人たちと一緒になってこれをなんとかここに持ってきたいと。
そういうことで国にも掛け合ってます。いや村上さんまさにシンガポールと今陸前高田をつなぐ架け橋の役割をされているので、ね、いろいろなんかお話を伺いできたらと思うんですけど、はい、ぜひぜひ。シンガポールのマーライオンが、なんと陸前高田にもあるって聞いて、今日はちょっとそれをね見に行きたいなと思ってきたんです。なるほど。はい。後でじゃあご案内いたしますので。こんにちは。マーライオンの前に先ほど高台から見えた広田湾にやってきました。こちらでは牡蠣の養殖いかだを見せてくださるということで、漁師の大和田春夫さんの船に乗ります。萌さん、福田萌さん。福田萌です。はい、滝沢出身で、はい、タレントをやっております。はい。じゃあ AKB に近かったんですか。AKB よりはちょっと若くないんですけども。大丈夫。俺70だから俺からすればよくよくわかる。いくらでも若いもんね。今から牡蠣漁に出ます。海よ俺の海よと口ずさみたくなった萌さん。養殖のイカダは近くで見るとこんな感じなんですね。春夫さんのイカダに到着しました。見える見える。この黒くブドウのようにぶら下がっているのがカキちゃんたちです。カモメか。海猫？海猫ですか。ああ。カキのぶら下がっているものをスイカレンと呼ぶのですが、スイカレンは重いのでクレーンで引き上げます。頭の上は取らないようにね。はい、わかりました。これが一般的に養殖、カキの養殖している姿。まだ今は小さいけどね。震災前はこのような小さなカキは捨てていた。今は小さければ小さいほどオイスターバーの方が需要があって、オイスターバーは大きなカキだとお客さんがすぐお腹いっぱいになってしまってコース料理頼まなくなるからって言って、だからできるだけ小さいの欲しいって。今はまだ身が良くない時期。なんと私もイカダに乗せてもらえることになりました。海に落ちないように足元気をつけていきたいところです。ロープに引っかからなければ。春夫さんと私のタイタニックごっこ。春夫さん、レオナルド・ディカプリオみたいですね。港では牡蠣の出荷準備をしているお兄さんたちが一つ一つの殻から汚れを落とす丁寧な作業。こちらにはなんとも美味しそうな牡蠣ちゃんたちがいっぱい。続いて震災から復活した水仙という酒造メーカーさんにお邪魔しました。かつての蔵は被害を受けてなくなってしまったのですが、今は陸前高田の隣の大船渡市の町に新しく蔵を作って日本酒を作っているのだそうです。でここが仕込み蔵。仕込み蔵って言いまして、ここにでっかいタンクが入ってるんです。これ1万リッターのタンクです。でここに昔ながらの作り方は震災の影響でできなくなりましたが、最新の設備でかつての味を引き継ぎ、さらに世界へ向けて新しいチャレンジをしているのだそうです。これがお米。これお米ですね。これがご飯普通で食べるお米 92%、玄米から 8% 削って八分がけっていうんですけども、ご飯食べるやつをね。だからこれは普通のご飯食べるお米。
これをいいお酒になるとこう削ってって、こんなにちっちゃくほんとまん丸になるんですよ。本当だ、つぶつぶ。お米のやっぱ外側っていうのが、お酒作る時に、あんまりいい影響を与えないんです。お酒が美味しくなくなる。で削って中心だけ使うことによって本当に純粋な香りがあるお酒ができるっていう。この削りの割合が一番大きいものが大吟醸と呼ばれるものなんだそうですね。水仙は岩手県民の私にとってはゆきっこという商品でおなじみの酒造さんです。小さい頃からよく CM で見ていました。ゆきっこジェル。水仙さんの日本酒作りも学んだ後で、いよいよ例のあれとご対面です。さあ、あれやってきました。陸前高田にあるこちらがマーライオンです。じゃんあ、でも似てますね。はい、一番大きいシンガポールにあるマーライオンと。まあそうね。はい。水は出ないですけど。水は出ないですね。はい。水出したかったんですけど。はい。そこまでちょっと設備は難しかった。はい。こんなところにマーライオン。陸前高田のマーライオン。ありがとうございます。脳内で萌えちゃんの音楽が後で流します。それでは萌えちゃんオープニング陸前高田バージョンをどうぞ。いやー嬉しいな。まさかのマーライオンが地元の岩手県にもあるということで、シンガポールとの不思議なご縁を感じずにはいられない萌えさんなのでした。次回の萌えちゃんはシンガポール&日本オリジナルマックを食べ比べの巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。